缶詰のほうれん草が出ると私はもう本当に真っ先に買うんですけれども、この葉っぱが分厚くて、かといって硬いわけではなくて柔らかくって、本当に食べ応えがあり香りもいいし本当に美味しいんですね。甘みがあって、で体にもちろんすごくいいですので、これが出ると本当にすぐごま和え、もうまず真っ先にごま和えします。夜が、最低でマイナス10度以下までは下がります。だから昼間20度以上でしょ。20、そうですね。30度、30度以上あります。30度以上ってことよね。甘さはやっぱり寒暖差が多分大きいと思います。やっぱり雪中野菜なんかを知るきっかけになったのも、野尻湖の家があったから道の駅に行くようになりますよね。近所でお買い物する。で道の駅に行っているうちにそこの館長さんと知り合って、そこで今度は道の駅でイベントをするようになり、いろいろとその生産者さんを紹介していただくようになり、本当に今回もキャベツとかね、人参、ほうれん草、みんなその元道の駅の館長さんのおかげでこう広がっていった人間関係なんですよね。じゃあ今日はちょっとごま醤油、すごくシンプルですけれどもごま醤油を作ります。ごまを吸っている人の特権ですけれども、ここからすごくいいごまの香りが吸っている人にちょうど感じられるようになってるんですよね。冷たいお水に流しますね。もうすごい色が出てきますよね。色素もすごく濃いんだと思います。すごく緑が濃くて美味しそうです。
ほらすごい綺麗ですよね。泥の中から出てきた人参を洗うのもこう目の楽しみですね。真っ黒なものがこうすごい素晴らしい人参の色が濃い人参の色になりますね。でこの、付け根のところも丁寧に洗っていただくとこんな綺麗になりますね。でこの茹で加減もお好みです。あんまり柔らかくなりすぎない方がいいと思います。ちょっと一個食べてみますね。どうだかな。もう一回軽く絞ってください。でここの赤いところも美味しいですので、ただこの大きいのがゴロゴロ入ってしまうと食べにくいですから、ここだけちょっと切りましょうか。
今日はすり鉢のお話をします。私が今持っているすり鉢をちょっとここに並べてみましたけれども、すっごく大きいのからこう小さいのまでね、小さいのは3種類あるんですけれども、こういうふうに見えますか、ここ櫛のようなものでね、こう跡をつけて、でこれでこう今日はごまをすります。でごまをするんですけれども、ごまじゃなくても他のもの何でもいろいろすりますけれども、今日はごま和えをね作るけれど、それに使うどうしても必要な道具がこのすり鉢なんですね。でたくさんお作りになる方はこういう大きいのがいいと思いますけれども、私は一人で暮らしていますので、一人でももちろん、ごま和えとかなんか、白和えとかね、いろいろ作ります。くるみでこうあえてみたり、すごくもうとにかくこうすることはすごく楽しいお料理なんですよね。でこっちのちっちゃいの、これはね1人とか2人の方がこれをお使いになるとすごくいいと思います。でこちらは釉薬がかかっているのね、汚れが取れやすいです。それからこちらは、素焼きですね。素焼きなんですけれども、とても素敵なので、もうすり鉢でごまをすってお野菜入れてあえてもこのままテーブルにお出しできます。この3つどれもテーブルでお使いになれるのだから台所からテーブルまでこう一直線でいける、そういうものなんですね。こちらは白磁です。白磁もすごく綺麗です。ですごく綺麗でお手入れもしやすいですね。ですり鉢は必ずこのすりこぎというものがいるんですね。でこのすりこぎはなんかこうちょっと曲がってますけれども、この自然なこの曲がりがすごく使いやすいんですね、こうする時に。なので、ご自分の使いやすいこうカーブをした、すりこぎを選んでいただくといいと思います。でこの木は必ず山椒の木で作ります。なんか昔からすりこぎは山椒の木って決まってるんですね。で、このすりこぎなんですけど、サイズね、この小さいのと大きいのありますけど、大きい方はやっぱり大きいすり鉢ね、小さいのは小さいすり鉢に使います。でこれが逆だとすごく使いにくいですよね。ですので小さいすり鉢をお持ちの方はやっぱりちっちゃいのをお使いください。でこの小さいのも普段本当に使いやすいので推奨したいと思いますけれども、例えばこれを使って、ごまをすると しますよね。そうするとこれの下に、この何かお布巾を敷いてすっていただいてもいいけど、こうやって私は抱っこしてこうやってすります。そうするとすごく安定感があってとてもよくすれるのね。でするこの方向なんですけれども、私は手の癖があってこうつい左側に回しますけれども、右側が右回しにしなさいというふうに言われたこともあります。でも私はどちらでもいいかなと思っています。好きなようにやりやすいようにこうすっていただけたらいいと思います。どうやらこう抱っこするとこっち側に回しちゃうんですよね。この方が力が入るせいか、人によって違うと思いますけど、それはご自由でいいと思います。でこちらはスタジオ A&Co でも、販売していますので、もしよろしかったらどうぞ、連絡してみてください。それから、もう一つ大事な道具、これなんですね。よくこのすり鉢のお掃除用に竹の先をこう裂いた、そういったお道具があるけれども、それがなくても大丈夫です。もちろんそれ買っていただいてもいい。でもこんなものがもしあったらお使いください。すごく使いやすい。で、これね、よく見るともう古い茶筅なんですね。でもう折れてるんですね。もう折れてしまってお茶を立てたり、お客様の前でねやったりする時にはもう使えない、そういう茶筅なんですね。でこれでお掃除をします。で
この溝にこう溜まったものをこうお水で洗うんですけれども、洗う時にこれでこうやって溝をお掃除していただくとすごくよく取れます。ただこの先があまりにも細いと力を入れることができないので、こちらをねより使いやすくするために、あんまりこの先が細いと、ちょっと力を入れられないのでもう切っちゃいますね。で切ると少し太くなりますので、もう適当でいいです。ちょっとこう切りますね。とここは非常に強くなりますので、これでこうシャカシャカシャカと音も聞こえるかな。こうやって溝をお掃除していただくとすごくきれいになりますので、是非やってみてください。お掃除も面白いですよ。上からこうやったり、下から持ち上げたり、いろんな方向からやってください。そうすると溝のこう細いところに溝に入っちゃったゴマが出てきます。だいたい綺麗になったかな。でもしもここに油っ気のものとか使った場合は、最後にスポンジに洗剤をつけて中を洗って、でよくゆすいでくださいね。